時は後漢末期、冷帝の時代。東湖の金によって清流派官僚が一掃され、宦官たちが政権を独占し、政治は混乱を極めていた。多くの人々が天下大乱と漢の滅亡が近づいていることを確信しつつあった。そんな中、一人の男がまさに世に出ようとしていた。後に司書三国志で非常の人、長生の傑、すなわち人並み外れた人物、時代を超えた英傑と評された三国志の英雄の中の英雄、曹操である。後漢の中期に曹洞という宦官がいた。彼は若い頃、後に第8代皇帝となる順帝が皇太子の時代にその学友に選ばれた。曹洞は順帝から特に信頼され、宮中で順調に出世を重ね、宦官の最高位である大長州まで上り詰めた。宮中に仕えること30数年、一度も落ち度がなかったと言われる。質帝が亡くなると、領期に官邸の擁立を進め、この功績によって非抵抗に報ぜられた。順帝の時代から、宦官が養子を皇子とし、宝爵を世襲することが可能となった。奉公された曹洞は、このため養子を迎えた。これが曹操。そして曹操の長男として生まれた人物。幼名アマンという彼こそが後の曹操である。彼は若い頃、頭の回転が素早く、謀略に優れていたが、任侠と放蕩に明け暮れ、貧困を改めず、終身と学業に努めなかったため、世の中には彼を評価する人はいなかった。しかしわずかな例外がいたのである。その人物とは両国出身の狂言、あざなわ高祖。彼はかつて予習志士の集計の下で、自ら名乗り出て陳国の将であった楊将の汚職を摘発したことで名を挙げた。その性格は直情傾向、気性が激しいのが短所であったが、質素倹約に努め、詩人に対しては謙虚に接した。彼は第二次東湖の金の翌年に死空、その翌年に使徒となったのだが、右も左もわからない状態で楽陽に来たが、ジョージたちが新しい家族となってくれ、毎日が楽しいぞ。小ジョージは我が父、小ジョージは我が母じゃ。陛下はもうダメだ。あの悪党宦官どもに洗脳されてしまっている。今や全ての精霊は宦官の手によって出るようになった。もはや漢の水防は決まったようなもの。わし一人の力でどうなるものでもないか。残念だな。10年、20年も経たぬうちに、天下は大いに乱れるだろう。政治の乱れを正そうとする思いと行動力が人一倍強い狂言をもってしても、世の流れを変えるのはすでに不可能であった。もはやいかんともしがたいと見た狂言は自ら病と称して辞職した。失意の毎日を送る狂言の邸宅、その門を叩いた10代の若者がいた。その名は曹操。迎え入れて語ること数回。狂言はこの曹操という若者が並の人物ではないことを見抜いたのである。狂言が曹操のどこに非凡さを見出したのか、その詳細な記録は残されていない。しかしとにかく狂言は曹操を高く評価する初めての人物となった。3校まで務めた政界の大物が、他に誰も評価する者のいない10代の若者の将来性を見込んだのである。狂言は曹操に、今の朝廷の状況や、官会での処世術などを惜しまず享受したに違いない。曹操はこの時の恩を終始忘れなかった。天下は大きく乱れようとしている。両法妻の持ち主でなければ平定することはできないだろう。天下を平定するのは君ではないだろうか。君は自分の身を大事にしなさい。かしこまりました。これまで天下の多くの人物を見てきたが、君のような人は初めてだ。わしも随分年を取った。わしの子孫の世話は君に頼みたいものだ。そのように評価いただけるとはもったいない限りです。君はこれから身を立て名を荒れていかねばならない。今の世の中で立身出世していくには、詩人たちから訂正を得ることが何よりも大事だ。しかし、私は宦官の守れ、父も清廉の評判はなく、詩人の仲間にはなかなか入れません。それに私自身の貧困も芳しくありませんので。確かにそうだな。だが、評判を得るために銀行を整えるなんていうのは君から見ればバカバカしいのだろう。はい、遠くの人々は表向き清廉で高貴なように振る舞っていますが、心の中は欲にまみれています。あのような偽善的な振る舞いをしていい評判を得ようとするのは、どうも好きになれません。いずれ乱世が来れば、そのような偽善など何の役にも立たなくなるのだ。君は乱世を勝ち抜く頭脳と行動力を持っているからそれで十分だ。とはいえ、詩人たちの仲間に入っておいた方が何かと有利なのは言うまでもない。君は序男の年少を訪ねるのがいいだろう。あの劣端の巨子将殿ですか。巨匠あざなわ師匠、人材監視祈願があることで知られ、毎月の1日にその時代の人物の品評会を開いており、その品評会は鉄胆と呼ばれていた。巨匠から評価をもらえれば詩人の仲間に加えてもらったことになる。それが良い評価であればまたとない宣伝になり、自分の名刺代わりにもなるのだった。しかし名士の家の出身でない曹操にとっては、巨匠の評価を得ることがまず難題だった。ごめん、それがし、
将の僧猛徳にござる。年将殿にご面会したいのですが。虚子将殿は倍になられないそうです。ふむむむ。このようなことが何度か続いた。くそ。何としても評価を得てやる。年将殿が門を出入りする時を伺って。いってらっしゃいませ。よし、今だ。誰だ。将の僧猛徳にござる。さあ、わしに対する評価を下してくだされ。さあ、早く。君は知性の脳神、乱世の勧誘だ。ははは、乱世の勧誘ですな。わかり申した。曹操はこの評価を得て満足したらしく、声を出して笑ったと伝わっている。狂言と並び、曹操の将来性をいち早く見込んだ人物がもう一人いた。わしは多くの天下の名士と付き合ってきたが、君のような人物に会うのは初めて。君には底知れぬ大きいものを感じる。乱世を鎮めることができるのは、ひょっとしたら君のような人物かもしれない。ぜひ私と友人になってほしい。天下に名高いか白宮殿にそのように評価していただき、ありがたい限りです。政府高官の狂言、名士の中で名高い家業、この2人から良い評判が広がり、巨匠の人物評価も得たことで、曹操は徐々に名士たちの間で注目を集めるようになっていったのである。官僚としても学者文人としても傑出した人物である西洋、そして若手豪族の人望を一身に集める袁紹とも親しくなった。曹操はとりわけ狂言をしたい。たびたびその家を訪れて教授を請うていたようである。30年ほど後、天下人となった曹操は、両国にある狂言の墓を訪れると、大老の生贄を捧げた上で、このような文章を立てまつっている。私は若い頃、顔面古老でありながら、大君子に受け入れていただけた。大いに持ち上げていただき親しくしていただいたのは、すべて私を励ますためであった。死は己を知る者のために死ぬというが、その気持ちを抱いて忘れることはなかった。曹操は若い頃、多くの書物を読んだが、とりわけ兵法を好み、書家の兵法の選集を作り、節用と名付けた。また孫子の兵法に注釈を施した。紀平3年、20歳になった曹操は高齢に推挙されて老となり、しばらくすると官位を得ることになった。もっといい書体で書けると思うのだが。少々。なんだ一体。わしは、今書体の研究で忙しいんだ。曹操、今の老たちの任官先を決めないといけません。将の総猛徳はどうしますか。なんだあの宦官の家の宝刀息子か。そうです。何でも、彼は洛陽の県令を希望しているそうです。どっか地方の小さい県なら、返礼もありかもしれないが、いきなり洛陽の県令は、さすがに高望みだぞ。そうですよね。ただ、本人は都での勤務を希望しているようなので。それじゃあ、洛陽のどっかの県医あたりでいいんじゃないか。かしこまりました。県医は県の警察機能を司る官職。首都洛陽には4人置かれた。曹操は洛陽北部医に任命された。なんだよ、権威か。まあいい。俺のやりたいようにビシバシとやらしてもらうぜ。夜間の出入りは禁止されていたが、実際には禁止は空文化しており、権威たちは規定通りに取り締まっていなかった。曹操はこの禁令を徹底することにした。門が老朽化しているな。4つの門をすべて修理せや。鳩、5色の棒を作れ。すべての門の左右にそれぞれ十数本吊り下げておけ。そんなに何に使うので。決まってんだろ。禁令を破ったやつを殴り殺してやるんだ。本当ですか。曹操の言うことは本当だった。曹操は禁令に違反する者がいると、権勢のある者でも遠慮せず、すべて棒で殴り殺した。数ヶ月後、霊帝が信金していた小黄門の剣石の氏が夜間の通行を行ったので、即座に殺した。これによって都では夜間外出が後を絶ち、誰もあえて禁令を犯そうとしなかった。くそ、あの総猛徳ってやつはなんて目障りなんだ。陥れようとしてもなかなか口実が見つからない。厄介だな。どうする？忌々しいけど昇進させてでも奴を都から遠ざけるってのはどうだ？しょうがねえな。まあどっかの県令に昇進させる形で地方に飛ばしてやるか。こうして宦官をはじめ曹操を毛嫌いする霊帝の長身たちは一緒になって曹操を推挙した。そのため曹操は昇進して頓宮県の県令となったのである。赤丸です。曹操の長い政界での生涯はこのように始まりました。矛の金によって私人が皆起訴をしていた時代でしたが、曹操はまだ自分の力で腐敗した政治を引き締めようという意気込みに燃えていたのです。その行動力は彼を称賛した狂言や家業の若い頃にも共通するものがあるように感じます。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。